おはようございます。今個人的に驚いたんですけど、僕が今宿泊しているホテルの目の前に旅の旅行を扱ってる専門のサイトがあって、でそこの部署の横断幕に佐賀県知事山口さんようこそって書いてあって、と思って。僕大学が佐賀で佐賀に7年間住んでたんですけど、その時の知事で今の知事が山口知事なんですよ。でその方が今日来るのかと思ったら、すごい偶然ですごい確率だなと思いましたね。しかもそんな場所で建物まで特定できるってすごいっすよね。うわ、なんか会いたかったっすね。会って佐賀最高って言いたかったっすね。はい。ということで今日佐賀最終日、佐賀最終日じゃないや、台湾最終日なんですけど、台北にいた時に行けなかった内閣総統府、内閣の総理大臣、台湾の首相が住んでるところがあるんですけど、そこの一般市民解放されている時間が午前9時から11時らしいんですよ。で前警察に言われたんで、今日見てみようかなと思います。わっしゃい。念願の台湾総統府に入りましたので、中は動画禁止だったので写真だけ撮りましたけど、立派でしたね。普通に日本もかかってたんだなってことを知りましたね。この台湾の総統府、今台湾の総理大臣が働いてるんですけど、この建物自体もともと日本政府が作ってたもので、第二次世界大戦の標的とかにもされたらしくて、この朱色、この赤色だから目立つじゃないですか。なんで迷彩色に変えたらしいですよ、建物。それでもやっぱり被害に遭って空襲に遭って3日3晩燃えてたそうです。でその後、中華政府がちゃんと自分たちのものにやったみたいです。歴史のある建物ですごく中に入れてよかったです。厳重な警備でパスポートとか見せたりとか、パスポートを交換してその代わりイヤホンをもらったりとか、大変だなと思いましたね。いろいろ待ち時間も長かったし、空港みたいな感じで待ったので、それが大変でしたね。でも本当にいい施設でした。ありがとうございました。見させていただきありがとうございました。不思議なもんで、最初西門で路上をパフォーマンスした時にここの道通ったんですよ。その時に飛躍英文って、これ英語の塾かなとか言いながら、いや告知しすぎやろとか言ってたんですけど、まさかのデパートじゃなくていろんな商業施設が入ってて、その中の一つに、僕が今日泊まってるホテルがあるんですけど、まさかこの施設に私が泊まることになるとは思わなかったですね。運命とは本当に不思議なもんですよ。全部がフリーになってて、こんな告知しすぎやろって言ったところにまさか自分が泊まってるとは思わなかったです。ありがとうございました。台湾インフォメーションセンターになんで佐賀の知事が来てるんですかって聞いたら、仕事で来てるっていう風に言われました。はい。ということで、賑わってますね、商店街、目の前のホテルがね。ということで、今から、はい、飛行機に乗って行きます。帰ります。今から行く場所は、香港です。香港に行ってきます。どんな街か分かんないですけど、ホテルも決めてないし、空港からどうやって行くか分かんないから、いつも通り空港着いて、SIM カード空港で契約してって感じになるかもしれないですね。行ってきましょう。わっしゃい。台北駅ですね。今から電車に乗って空港に向かいます。今いろいろ工事中みたいで、多分数年後にはでかいビルが建ってるんだろうなっていう感じですね。はい、ということで駅に乗ります。空港に着きました。あとは飛行機に乗るだけですね。時間通り行けるのかっていうのと、あと手荷物が結構あるので乗れるのかなっていうところが心配です。最後にこちらのご飯を食べて空港に乗りたいと思います。時間ギリギリなんですけど、いつも通り、乗り遅れたらどんまいで行きます。飛行機のチェックイン時間に空港に来たら、乗る飛行機のやつを変えてくださいって言われて、1時発だったのが19時になって、でその代わりお金キャッシュバックされますよって言われて、でそしたら夜9時に着くからホテルにチェックインできるか分かんないので変えてくださいって言ったら、夜の7時になってお金返ってくるようになったんですけど、手続きを進めてたら、今度は3時にチェックインのやつをしてくださいって言われて、その代わりお金は出せませんけどいいですかって言われて、
しょうがないからいいですよって言ったんですけど、めちゃくちゃですね、海外飛行機のチェックインってなんか飛行機予約したのにあなたの座る席がないからって、日本人だからかわかんないですけど、なんか今飛行機に乗る飛行機が変わった感じですね。びっくりします。